川源之助役鳥海浩介です。皆さんこんにちは。かげろう役早水梨沙です。こんにちは。おぼろ役の水木奈々です。はい、ついにこの時を迎えてしまいましたよ。そうですね。長かったですね。何気にね。長かったような、短かったような。まあね、最後ですから。はい、そうですね。振り返りつつですね。はい。楽しい番組を。ルールを守って楽しい番組を。なんか最終回にしてなんかテイストが違いますよね。最終回だから？あ、ちょっとこう締まっていく感じ。ちゃんとしないとね。はい。はい、ということでね、皆様最後までね、お付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。出演者の素顔を探るクローズアップ。どうしたんですか？突然。最終巻ということなので、やっぱりここまではお二人がこうゲストにいらっしゃった方の素顔をいろいろと探ってたわけなんですが、最後はやはりお二人の素顔に迫ってみたいなということで、こちら用意してまいりました。では早速早水さんの方から回していただきたいと思います。いきます。ドーン。次の日仕事があるのに朝まで飲んでるとか？それ懺悔別にしてないでしょ。全然普段何とも思ってないでしょ。何とも思ってないことないよ。ちゃんと考えてるよ。まあ持つかなとかってそんな感じでしょ。まあ1日ぐらい大丈夫かみたいな。兄さんじゃん。バカ、俺も最近朝までなんか飲まないよ。この間飲んだとこじゃん。朝まで。あ、そうだ。懺悔が。何ですか？何ですか？忘年会をしたんです。あ、しましたね。しました。私調子こいて打ち上げの席で瀬川先生に忘年会いるんで来てくださいよって言ったんですけど、アニメの打ち上げの時にね。そうそう。したらその後でですね、まあ某ハイドさんから瀬川先生が忘年会に呼んでくれるって言ってたのに連絡が来ないって言ってたよって言われ、本当に申し訳ございません。忘れちゃったの？音響チームのつもりだったのが、思いのほか大きな忘年会になってしまい、今度はちゃんと組みます。すみませんでした。はい。はい、てな感じで、ありがとうございました。以上クローズアップの違います。なんで？違うんでしょ。もう行きましょう。一番のねメインイベント。そうです。あ、じゃあこれはリサさんに託そうかな。マジで？おぼろちゃんの気遣いだよ。行くぜ。懺悔？ないですね。日々まっとうに生きてますから。何ですか？あ、じゃあわかりましたよ。生まれてきてすいませんでした。そんな根本的なところ？でも別に俺遅刻したこともないしな。ないな。頑張ったしな。頑張ったな。みんなな。終わってから飲み行っても取材とか多かったからね。そうだな。で俺が行く頃にはみんな出来上がってたしな。そうそう。みんなが俺に懺悔すればいい。だって兄さんがそっと来て、そっと水割りを飲んでる頃、畑野くんは真ん中でチャーハンとかかっくらってますよね。年末にね杉田と畑野くんはうちに来たわけですよ、遊びに。鍋しようっつって、うちでね鍋しゃぶしゃぶの全部セッティングも終えて、僕はあれがあったんですよ。お芝居がね年明けにあったんで、ちょっと支度だけして稽古行ってきますと迎えに行って、やってていいから勝手に7時半から8時の間にはお寿司も来るよ。至れり尽くせりですね。で行ってきますと行って帰ってきたらですね、一応なんかこうやって土下座して待ってんだけど、ピンポンって鳴らしたら「お帰りなさいませ」っていたんだけど、で部屋「あ、いやいやいやどうも食べた?」って言ったら、もうなんか焼酎の瓶1本はまるっと開いてて、2本目も半分ぐらいなくて、お寿司はもう何もなくて、でさらにしゃぶしゃぶの鍋ももうなんかアクだらけの。ひどい。畑野くんが懺悔しなさい。本当だ。こんなんでいい？はい。満足していただけましたか、おぼろの。
満足です。本当はこうやってずらして別の話題に振ってもよかったなって思いつつも。あれ秘密じゃねっつって。秘密を強いて言うとしたら奈々ちゃんのことが好きだったみたいな。畑野くんとライバルだ。お、マジですか。やばい、畑野頑張れ。畑野。これから優しくすんのやめよう。なんだそれ。はい、ベストシーンのコーナーでございます。はい。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。すごい綺麗だね。呼び捨てですよ。もういいじゃん、死ぬんだからさ。最後ぐらい言わしてよ。あなたと私に安住の地なぞどこにもひどい話ですよ。ねえ。健之介様、やめてやめて健之介様。はい。ということでついに。さよなら。はい。ね、怖いね。あそこもなんかね、ほとんど3人しかいない中ですっごいもう緊張感でやってて、何回も言ってるんですけど、あそこここのシーンってもううわーってなりながらやったから、後で鏡を見たら化粧がこの形にはげてて、あれみたいな。まあねんでこの後に大きい玄之介様をずるずる引いてね、軒下に隠れると。結構おぼろちゃん力あるじゃんみたいな。そうですよね。あそこね、初めて僕本音言うシーンですから、やっとね口に出して泣いちゃったりしてね。そうでね、ちょっとチュッチュってね。はい、ということでね、続きましてはこちらのシーンをご覧ください。どうぞ。ジョウスケだ。ジョウスケいるじゃん。ジョウスケいるじゃん。また平君へこんじゃう。ジョウスケって言うなよ。天仙殿がまた死んでおるぞ。名言ですよ。また死んでおる。歌えるでない。やってやる。すげえよ。こいつね。おぼろちゃんが本気になったよ。意図的に派遣の瞳だから初の。薬師寺家ってそんじゃもともとは甲賀の名前なの、家の。恐るべき人。そういうことじゃないんだよね。でも生まれて勝手に言ってんじゃないかな。あ、名乗ってるね。だってね、お母さんが産んだわけじゃないから。宿命と称し憎み合う。誰も殺しとうはなかった。なぜはい、ということで、今日のジョウスケ今日のジョウスケのコーナーでしたけども。そんなコーナーなんですか。いや、まあ天然。はい。まあね、本当は天然もやっぱり自分なりに自分のその重い宿命を背負って、ただやっぱりちょっとやってることはひどかったけど、
まあね。でも最後によのちゃんじゃないな。うーって言ってる方。この人面相の方、もうすごい涙を流したでしょ。あれもほら天然ってずっと死ねなくて200年ぐらい生きてて、それもやっぱりきついと思うから、その救われた涙でもあったのかな。死ねんのかしらって。そう。ついに大活躍天然様も言ってしまいまして、さよなら天然様。残るは第24話最終話からですよ。はい。どんなシーンなんでしょうね。まずはこちらをご覧ください。回想です。回想です。ここはちゃんと回想。これは回想です。ちゃんとあったことです。はい、ありました。でも最終回って今まであれデートマニュアルだ絶対。マジで How to とか最終回ってでも久しぶりに絵が明るいんだよね、全体的に。そう夕暮れと霧だったから。庭のこのシーン、ここも良かったな。例のお風呂様来ちゃうところ。これ妄想ですよ。妄想です。キラキラしてる。すごいキラキラ。めっちゃキラキラしてる。キラキラしてる。わあ、すごい。自分もキラキラしてる。すいません。こういうな。めっちゃキラキラしてる。めちゃめちゃだっていい男ですからね。まつげバッサバサだもんね。我々は誰も祝言に呼んでもらえてないっていうね。本当だ。親族だけでね、地味婚ってやつですよ。今流行りの。そう身内だけでってね。穏やかな時でござった。お昼寝からね。連行されてるみたいな。ね立ってるのもやっとだ。立てないからね。ピーちゃんだ。こんないいシーンなのに台本みたいなピーちゃんって書いてある。台無しだよね。ピーちゃんって。とがき見るとね。はい。ということでおぼろちゃんの妄想が回想プラス妄想。どれが回想でどれが妄想なのやら。祝言のシーンまでは回想ですよ。そうです。全部あったもんね。はい、ありました。でもほらこれおぼろちゃんと一緒に杉田君じゃないや、京八郎が前にね。京八郎がほら一緒にこうなってる玄之介様を見てるでしょ。絶対京八郎もきついですよね。京八郎が一番なんだろうね、その忍者っぽくない忍者だと目を持ってて、なんだろう、すごい一番見届けるポジションにいる人。いやすごいですよ。ついについに来てしまいました。じゃあもうさ、最後だからさ、せっかくだからおぼろちゃんと玄之介様でご紹介してください。はい。それでは最後のシーンはこちらです。玄之介様。妄想始まった。いやこのシーンでも俺ちゃんと別に喋ることねえな、もう今更見てしまうよね。何をしておる。大好きです。玄之介様。遅いよ玄之介様。そんなタイミングでってあるよね。個人的には一番切ないシーンです、ここは。伊賀の勝ちだ。城へ行け。
介様字来たな。だってもう縦のやっとなんだからしょうがないでしょ。共に風に吹かれし時、共に夢を刻みし時、ふと思うことがあるのでございます。玄之介様と私とは遠い昔一つの魂だったのではないかと。二つに分かたれた魂があるべき姿に戻りたがっているのではないかと。なればこそ私はこんなにも玄之介様に。一つの魂ならば必ず愛よるじゃろう。たとえ幾世を隔たれようとも、幾世を生きようとも、必ず。必ず。いやもうなんだろうね、あえて語ることもないんですよ、言ってしまえば、もう見ていただいた通りでいいような気もするんですけどだってもうこれ見てる間にもうすごいシーンとしてなんかあちこちからすすり泣きだけが聞こえてくるみたいな、音楽も全て、絵も我々の演技も全てが本当に一つになってすごくいい作品になったなっていう、いや本当になんだろうね、やり遂げたなっていうのはすごいね感じるんですよ。セリフとかはね、そんなに最終回もセリフ数で言ったら全然ないもんね、全体として、でもなんかそれでもこれだけのものになってしまったという、やはりみんなの情熱が集まった結果じゃないかと思います。皆さんもね何度も見て何度も泣いてください。はい、以上ベストシーンのコーナーでした。はい、こちらのコーナーでは皆様からいただいたメールを紹介したいと思います。こちらはですね、神奈川県のケンジさん、バジリスク最終回感想、ああなるのが予想できたのでオンエアを見るのが嫌でしたが見届けさせていただきました。おぼろが自ら命を絶ったシーン以降、涙があふれ止まらなくなりました。玄之介、おぼろ、そして甲賀伊賀よ永遠なれ。出演者スタッフの皆様お疲れ様でした。素晴らしい作品をありがとうございました、というねあのシーンが終わった後にエンディングテーマが流れて、ちょっとその後みたいなのがあるじゃないですか、杉田のシーンが、あれの最後ね、おぼろよ玄之介よってね、あそこもいいね。死んだ甲斐がありましたよ我々、無駄じゃなかったんだよっていうね、救いを持たせてくれたっていうね。はい、また泣いてる思い出しちゃったよ。ダンダダン。長崎県の、忍びな、長えな、カニマルコさんからいただきました。こっちかと思った。 CS での放送でこの作品と出会い、第1話を見た瞬間、ゾクゾクするような高揚感と、ビリビリするような緊張感、胸が痛くなるような悲しさと切なさ、迫力と美しさがあふれた映像と音楽に魅了され、すっかり引き込まれてしまいました。でそれからすぐに瀬川正樹先生の漫画版、山田風太郎先生の原作小説を手に取り、主題歌 CD や音絵巻も夢中になって集めました。アニメ「バジリスク」の最終回を見終えて、これらがまるで50年の年月をかけた共同作業だったかのように感じられて、ただただ涙があふれましたと。いつかまた皆さんが集まり、山田風太郎先生の作品の再映像化が実現することを心から願っていますだそうです。なるほどね。では続いて最後のメールを。こちらは
ハンドルネーム半熟卵さんからいただきました好きですね。軸はいいですね。キャストスタッフの皆様本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。原作を知らずに見始めた自分ですが、つい先の展開が気になって、コミックの方を揃えてしまいました。にもかかわらず最後まで尽きることのなかった次回への期待感こそこのアニメのすごいところだと思います。DVD の方も全12巻とまだまだ先は長いですが、豪華版の方は気長に揃えていこうと思ってます。個人的には原作からのサイモンファンなのでなんだよここに来て結局サイモンかよ。活躍の場が多くて嬉しかったです。特にお恋との別れのシーンでは涙しました。続編の作りようもない完璧な作品なので、こんなことを望むのはおかしいのかもしれませんが、できることならパラレルワールドのような形でも良いので、玄之介とおぼろには幸せに暮らしてもらいたいと思います。皆様本当に素晴らしい作品をありがとうございました。やっぱね、続編なりを望む声っていうのは本当に多くて、武藤さんと飲んでた時になんか「いや僕この役1年前だったらできなかったと思うんですよ」つったら「いや僕もね1年前だったら書けなかったと思う。やっぱタイミングなんだよ、出会いなんだよ」っていう話になってね。みんな言ってるんですよね。なんか不思議な作品ですね。考えると。こうやって皆様から本当にたくさんのメールいただきましたが、応援のお手紙ありがとうございました。ありがとうございます。紹介できなくて申し訳ありません。はい。公式ホームページの方ではまだ引き続きお便り募集しておりますので、ぜひ皆さんこちらのアドレスにこちらのアドレスの方にぜひ送ってください。はい。それではたくさんのお便りありがとうございました。もうちょっとね。もうちょっとね。しっかりしてもらわないと。誰だ。ありがとう。なんかニヤニヤしてたぞ。はい。二人。嬉しいんですよ、業務が。素晴らしい。いい句の位置だ。バジリスク甲賀忍法帳について語れ。漠然としてます。っていうか今までずっとこれについて語ってきたんじゃねえのかなっていうね。本当ですね。まあね、本当にメールとかもねたくさんそうなんですよね。いただいてたんで、なんか全然ちょっとね、まあそれも踏まえてその辺もちょっと読みつついきますかね。思い出のシーンとかっていうので、こちらは埼玉県のまほろばの香織さんなんですけど、こちらの方23話のあそこの2人のシーンですね。山田さんが階段の裏に寄るって言ってたよ。ガーッとやってやるみたいなところですね。誰も殺しとうなかった、誰も死なせとうなかった。閉じられたまぶたからとめどなく流れこぼれ落ちる涙を拭いもせず、本当の思いを告げる姿。流れ落ちる2人の涙が一つになって弾けて散る場面が、まるでその後の2人の運命を暗示するかのようで印象的でした。とても悲しい場面なのですが大好きな場面です。まあそれぞれにね、それ以外のシーンでも多分皆さんね思い出に残ってるシーンっていうのは当然あるんでしょうし、結構ね業界の人でも本当に、なんか見てくれてる人がすごく多くて、結構いろいろ聞いたよ。そうなんかね、他の現場にいた時に、なんかまあ面白話とかでもなんか真面目な話でも、いや前の現場でこういうことがあってさ、バジリスクとか言って言われるの。なんか結構なんかバジを知ってくれてる人が多いですよね。多いですね。多分いろいろな面でね業界的にも注目だったんだと思いますよあれ。いろんな面でね。はい、いろんな面でどこで流すのみたいなところから始まり。でも本当になんかそういう意味でもキャスト同士だったりそのスタッフさんとだったりですごいね結びつきも強かったし、であと仕事の面としてもすごくなんかねみんな言うけど本当にさっきも言いましたけどターニングポイントになるであろうっていう作品だったなっていうのをすごい感じますね。今の世にこういうものをやるっていうのはいいなと思って、今アニメたくさんありますけどもね。でもね本当にこれからもねたまにねレギュラーのあれは終わっちゃいましたけども、またね集まったりしてね、そうですね、楽しいお酒でも飲みますよね。はい、ということで、みんなの心に残っているバジリスク、振り返ってみました。はい、続いては陰陽座さんのコーナーです。はい、本日はどんなお話でしょうか。
どうぞ。どうぞ。こんにちは。陰陽座のベースボーカルまたたびです。ボーカルの黒猫です。いっぱいあるんですけど、やっぱりラストシーンにどうしてもなってしまうんですけど、でも最初のやっぱりおげんと男女のねあれと、あと最後のシーンと、その最初と最後っていう感じになりますかね。あと手前味噌なんですけども、次女のシーンも良かったななんてはい、いいよね。すいませんはっきり言って思い出深いシーンの連続なので、これはもう本当に枚挙にいとまがないとしか言えないんですが、やっぱりその数々の名場面名シーンを経ての最後の本当の一番最後に至るちょっと前のおぼろと玄之介の立ち会いというか、一番最後戦わさせられるシーンから、おぼろの取った選択と、そしてそのラストへの流れがもうなんかまるでもう物語が始まった時からもうこの最後しか選べなかったよなと思わされる、なんというか無常感の漂う、とても印象深いラストシーンだと思いますね。はい。流れるで表したいなと。愛情も憎しみももう流れた涙と血と命とで押し流され、そして時代が流れる。私はちょっと違うんですけど、激しいという激という字ですね。もうそこにあるもう愛情も激しいし、憎しみとか戦い、運命全部が激しいので、本当に激しいっていう言葉がこう、頭にまず浮かびました。古の戦を胸に我ゆかん。なんかこの本当に凄惨だけども愛情を渦巻くこの本当に素晴らしい物語、このバジリスクというアニメに関われて本当に幸せでしたし、そのなんというか、そのアニメを見ながら毎回こう思っていた気持ち、見終わった後のこの感動を胸に、私も人生というものをしっかり生きて、そして陰陽座の活動も、このね思いを胸にやっていきたいなということで、このような句になりました。いきます。友柄の屍をはみて竹もゆる。友柄のね仲間たちの屍類々なわけですよ。そしてその屍が地に落ち朽ちて、それをはむ、それを養分にして竹が燃ゆるよと。竹というのはもちろんね彼のことですよ。なんていうか、バジリスクのこの無情なラストを表した句ということで、いい感じなんじゃないかなと。これ素晴らしいですよ。ね、いいねこれね。本当に素晴らしい。字はちょっと下手ですけど、ね。いえいえ。陰陽座のライブの魅力と熱さを詰め込んだ2枚組のライブアルバム、それとまさにライブの模様を丸ごと詰め込んだライブ DVD、その2つをご覧になっていただければ、どんな感じでロックしているかというのが見ていただけると思うので、興味のある方はぜひ見ていただきたいなと、見て聞いていただきたいなと、そして実際のライブ見てやろうという方はですね、生きることと見つけたりというツアーを観光中ですので、生で熱くロックする陰陽座のライブをぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ということで、わざわざバジリスクまで。かっちいですね、バジリスク。さすがです。さすが。書けないよ。さすがのオープニングの。やっぱ普段からね、そういう本当にね、山田風太郎さんをすごい好きで。はい、そうなんですよね。やっぱり歌詞でもね、よくああいうの使ってますからね。
この後嫌ですね。本当です。確かに自分たちのレベルが試されてしまうっていう恥ずかしい。ね、はい、ということで、本名さん今まで12本、はいね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、追悼のコーナーです。はい、今回はねついに0対0になってしまいました。はい。はい。ということで、はい。自分たちを忍びましょうか。あ、ここに天禅様がいる体で。はいはい。ということで、はい。献杯。献杯。どうでしたか、いろいろ。漠然としてるな。えいやーもう語り尽くしちゃいましたけど、え、結構うん、なんかね、なんだろうな。まあじゃあそんな思いの丈を込めてバジリスクではまずはい。私から行かせていただきます。最終話万感胸に杉田祭り源之助。確かにね。そうですけど。確かにね最終話、はい。彼が全てを語ってくれたと思っています。確かに。はい。はい、ありがとう。はい、じゃあ続きまして、はい。我が身にも憎き愛しき過疎けき光かげろう。過疎けき光。かすかに。まあこの定めがあるわけじゃないですか、私は。それもね、あそこの最後のところでおぼろちゃんに救われた部分で死んでいっちゃうけど、ちょっとだけ救いがあったかなって、でもおぼろだしっていうのでちょっと憎いかなっていう。ではでは桜見て思い出すのはバジリスク。あーいいなそうちょうど、桜の咲く頃にオンエアが始まそうだって、ね半年間だったんですけど、なんかちょうど1話のシーン、おげん様と男女様が流れていく時も、桜の花びらが散ってて、それがすっごい私には印象的で、だから姫紫っていう詩を書く時も、そういうハラハラと舞い散るっていう言葉を使ったりとか。桜って日本人のねすごく大好きな象徴的な花だし、散っていく様もねバジにふさわしい気がする。パッと咲いてね。ね、はいはいということでね、 20人うん散っていって、今回最後に我々3人源之助、おぼろ、かげろう、そして薬師寺天然とね、ね、天然様もね、実はいろいろあり、エロいだけじゃなかった。そうですね。ただのエロうっかりさんではない。でももうそうですね、最後だから笑顔で送りたいですもんね。そうですね。あんたたちはよく生きたよ。はい精一杯生きましたね。はい、私たち、そして天然様、そして散っていた仲間たちのご冥福をお祈りします。はいはい。いよいよ本当のエンディングでございます。はい、ここまで1年弱かけて、作品が始まってからって考えると1年以上ですね。はい、そうですね。最後まで全うすることができましたが、はい。どうですかね、軽く感想なんかをね、今日のも踏まえつつ、そうですね。はい、バジリスクという作品でね、本当にスタッフキャスト全員が暑苦しいぐらい熱く思いを込めて作った作品なので、ちゃんとねこれを見てる方は DVD をお持ちだと思うので、何回も
見直していただいたりで、もしかしたらね今はおぼろちゃんの心に分かる分かるって思ってても5年後に見たらもしかしたらかげろうの気持ちが分かるかもしれないっていうね、そういういろんな楽しみ方をしてもらったら嬉しいなと思います。じゃあ続きましておぼろさん。はい、私も本当この作品に携わることができて本当に幸せだったなって心から思っています。さっき鳥海さんもおっしゃってたんですけど、今だからやっぱり演じられたキャラクターだったなってすごく思います。私あとは私はエンディングも担当させていただいて、あの歌もやっぱり今じゃないと歌えなかった楽曲だし書けなかった詩の世界だったと思います。だからたくさんの出会いを運んでくれた作品だったなって思います。また何かの形で、このメンバーでやれたらいいなって思ってます。皆さんこれからもよろしくお願いします。見守っていてください。やっぱりここはね、玄之介様にも。いやもうまとめませんよ。じゃあまとめなくていいから玄之介様の思いを。いやもう本当にですね、これだけスタッフキャストそして応援してくださってる皆さんの思いがねこんなにガッと凝縮する作品っていうのもなかなか、巡り合えないと思いますので、本当にねすごくそういう意味では感謝したいと思います。まだまだねどうとでもやりようがあると思いますので、まあでもとりあえずですねこれで一旦完結という形になりますが、本当に今まで、応援ありがとうございました。これでバジディスク、そして、ラジオの方もねやってたんですけども、終わってしまったので、これからは公式ホームページでまだありますからね、もしかしたら新しい情報があるかもしれない。そうすると僕たちよりも先にいろんな情報を知ると思う。なんかドラマ CD 出るらしいよとか。で多分ヨーズィあたりから来るわけ。兄様から来るわけ。いや見てたらね。これはさ。はい。またどこかでね。はいですね。いろんな形で、別の形で、別の機会にどっかでお会いできると思います。その時までさようなら。では、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。